はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道東川町にあります温泉宿についてです。皆さん、旭岳温泉行ったことありますか？旭岳温泉は北海道最高峰の大雪山旭岳のふもとにある温泉街です。今回紹介します温泉宿は源泉が5つもあり、全て泉質が異なる温泉を楽しむことができます。また料理は東京の有名料亭で修行した料理長が季節感と素材を大切にして食材の味を生かして作った料理を食べることができます。そしてソチオリンピック銀メダリストの竹内智香選手はこちらの出身なんです。そんな旭川近郊の旭岳温泉にある温泉宿湯本生駒荘を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの場所があります旭岳温泉は旭川駅から約45キロ、車で約60分です。撮影した日は天候が荒れていませんでしたが、吹雪いていたりするとここまで運転するのが結構大変だと思います。特に4区でないと車で登れない可能性もあると思います。公共交通機関では JR 旭川駅発途中旭川空港を経由し旭岳に向かう路線バスが出ています。右上に時刻表を載せています。旭川駅では9番乗り場のバス停や旭川空港のバス停などから乗車し、生駒荘の最寄りのバス停であります旭岳温泉入り口のバス停を降りるとすぐの場所にあります。料金は JR 旭川駅からは1450円、旭川空港からは1020円です。車がなくても行くことができるのは非常にアクセスが良いと思いました。目の前に北海道最高峰標高2291メートルの大雪山旭岳を見ながらあっという間に湯本生駒荘に到着しました。1階の中の様子です。暖炉があるロビー、売店奥に温泉と宿泊者専用の喫茶がありました。宿泊料金の支払いはチェックアウト時に支払えます。基本的にクレジットカードを使用することができますが、予約した宿泊プランによってはクレジットカードが使えない場合があります。また宿泊者専用の PC が設置されていまして、インターネットを使用することができます。ここで生駒荘の美味しい天然水を飲むことができます。売店には生駒荘の温泉の素やこの後夕食に出てきますインカの目覚めコロッケや白いコーヒープリンなどをお土産として購入することができます。壁には昔の生駒荘の貴重な写真を見ることができます。また生駒別神社や生駒荘の温泉について詳しく記載されていました。地下1階にはキッズコーナーや卓球台が置いてありました。それ以外に自動販売機やコインランドリー、今使用できるか分かりませんがスキーのワックスルームや保管庫などもありました。はい、それでは部屋に入ると思います。この時宿泊した部屋はツインルームでした。ソファーがあり、テーブルの上にはまんじゅうが置いてありました。この部屋にはシャワールームはありませんでしたが、おしゃれな洗面台がありました。浴衣やタオル、ドライヤーなどが置いてありました。トイレもウォシュレットでフリー Wi-Fi も使用できました。外観から想像できないスタイリッシュな部屋だと思いました。こちらの温泉について紹介していきたいと思いますが、現在別館にあります神々の湯は工事中で入浴することができませんでした。今は生駒の湯と彦呂の湯に入浴することができます。男女の入れ替えは午後9時だそうです。日帰り入浴は14時から17時までです。ただ混んでいる日などは日帰り入浴ができない場合もあるようです。料金は大人1500円です。レンタルタオルも用意されていました。非常に素晴らしい温泉ですのでぜひ入浴してほしいです。まず生駒の湯に入りました。生駒の湯は旭岳温泉の元祖の湯だそうです。浴槽の木は全て北海道産のトドマツ、カラマツ、シコロの木で作られていまして、各浴槽で泉質が異なるようです。うちはぬる湯や目薬の湯、奥に元湯や炭酸水素塩泉がありました。寝風呂があり、洗い場がありました。左の入り口から露天風呂に行きました。
通路の下が凍っていまして滑りやすかったですね。すごい雪ですね。露天風呂に入りました。外の雪がライトアップされていました。分厚い雪を見ながらゆっくり入浴することができました。やっぱり雪見風呂最高ですね。温泉に入った後夕食を食べました。夕食の時間は18時と18時30分を選択できます。こちらに載せておりますのはこの日の夕食のお品書きです。夕食膳という味だけでなく見た目にもこだわった特選料理だそうです。右に載せております真ホッケの開き税込み1980円は北海道産の特大開きホッケを事前の予約で夕食または朝食で追加注文することができます。こちらにドリンクメニューは載せておりませんがアルコールやソフトドリンクなど様々なメニューがありました。刺身は奄美産の本マグロで自家製の燻製醤油で食べましたが脂が乗っていて美味しかったです。それ以外にも黒吹き大根は味が染み込んでいて味噌だれとマッチしていましたし東川産の黒米ももちもちで美味しかったです。こちらの料理は写真で紹介しておりますがゆこまん水はこちらの湧き水で部屋でも飲めますがいくらでも飲めるほど美味しいお水だと思います。十勝産のインカの目覚めのコロッケはじゃがいもの甘みが強かったです。また完熟トマトの白ワインにはトマトがとても甘くデザートのような感覚で食べれました。湧き水ゼリーはこちらの湧き水をゼラチンでゼリーにしているとのことでしたがそのまま食べてもほんのり甘みを感じました。もちろん黒蜜にも合いました。実のメイン料理であります黒毛和牛サーロイン手汁しゃぶしゃぶです。茎に野菜を入れまして友達に肉を入れていただきしゃぶしゃぶしていただきました。黒毛和牛のしゃぶしゃぶはかつおだしの手汁と相性が良かったです。しゃぶしゃぶ以外では野菜に加えウインナーも入っていましてこれもしっかりした味でした。また鯛のごま和えと東川産の雪さやかのご飯がとてもマッチしていまして私はご飯をおかわりしてしまいました。こちらのしゃぶしゃぶのお肉は追加料金で注文が可能だそうです。本当に美味しかったです。最後のデザートは白いコーヒープリンでした。食べてみましたがコーヒーの風味を感じるんですが味は牛乳プリンの味だと感じました。こちらも本当に美味しかったです。朝起きて部屋の窓を開けまして外の景色を見てみました。細かい雪がしんしんと降っていまして分厚い雪に囲まれているこの景色を見るだけでもこの旅館に宿泊する価値があるんじゃないかなと思いました。部屋から外の景色を眺めた後温泉に行きました。前日の午後9時から男女の風呂が入れ替えになっていましたので今回はシコロの湯に入りました。この湯は北海道の産地の高さ25メートルの大木であるシコロの木を使った浴槽が特徴だそうです。洗い場と内湯が3つありました。こちらにも露天風呂があり寒かったですが通路を少し歩きました。露天風呂に入ったのが朝でしたので昨日よりも雪景色がよく見えました。お湯はそんなに熱くなかったのでゆっくり入ることができました。こちらの温泉は本当に最高ですね。こちらのレストランは右の写真のように外の景色を見ながら食べることができました。ドリンクと生卵や味付け海苔納豆などはセルフサービスでした。この旅館自家製の燻製醤油の卵かけご飯もとても美味しいです。今回は窓際席で食べれましたので外の景色を見ながら食べました。鍋に入っている料理がとてもおすすめなんですけれどもこの寄せ豆腐鍋は手汁が本当に美味しくてまた泊まって食べたいと思うと思います。鍋の中に梅干しが入っていましてアクセントになっていました。それ以外の料理では
泡醤油をつけて食べる笹かまぼこも美味しかったですし、鮭の西京焼きも美味しかったです。朝食を食べた後、温泉の横にあります喫茶姿見という宿泊者専用のラウンジに行きました。こちらでは新聞や雑誌を見ることができます。また美味しいコーヒーや紅茶、お水を飲むことができます。この旅館で外すことができないソチオリンピック銀メダリストの竹内智香選手のメモリアルギャラリーがありましたので覗いてみました。横断幕や竹内選手が使用されましたスノーボードソチオリンピックでの写真や報道された新聞、過去出場されましたオリンピックで使用された用具などが飾られていました。黄色の枠で囲んでおります竹内智香選手のスノーボードアルペン滑走ポーズにチャレンジというものがありました。動画に載せておりませんが、私もポーズをとってみました。私も趣味でスノーボードをやるのですが、ここまで体を倒して滑るのは絶対無理だと思いました。写真で見返すとトドのようにしか見えませんでした。改めて竹内選手の凄さを感じました。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道東川町にあります湯本百万荘は、北海道最高峰の大雪山旭岳の麓にあります旭岳温泉の宿で豪雪を楽しみながらいろいろな源泉の温泉を楽しむことができ、そして美味しい料理を食べることができる温泉旅館です。百万荘は秘湯の湯と言われておりますが、車だけでなく旭川駅や旭川空港からもバスで直接行くことができますので、非常にアクセスも良い旅館だと思います。ぜひ一度秘湯の湯に泊まってみてはいかがでしょうか。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。別館の温泉入りたかった。